皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はいやついにパンドラの箱を開けてしまうということで、私がこの趣味の部屋に1年間かけた総額を発表したいと思います。趣味の部屋ということでアクアリウムを最大限楽しむための部屋、テナント物件を2022年の11月1日から借りております。で、ちょうど1年経過したぐらいでですね、契約書が届かないということで解約をするという決断をいたしました。退去については5月末ですね。はい、それでも退去も決定しておりまして、なかなかですね、取り壊しっていうのが、作っていく作業とは違いまして、なかなかモチベーションが上がらないと。はい、で、ちょっとずつ、休みの日を利用しながら、本当にね、少しずつ退去の、準備をしていると、そんな状況です。なかなかアクアリウムもですね、新しい水槽を立ち上げるとかっていうのは、ちょっとしばらくできないかなと思いますので、こんな風にラジオ感覚といいますか、いろんなね、ジャンルについてお話をしていきながら、皆さんと、共有し合っていこうかなと思っています。はい、ということで、そんな中でですね、せっかく1年以上借りておりますので、結構ね、この部屋、いろんなことでお金をかけました。いや、かなりね、多分使ってると思うんですよ。で、今回は純粋にこのアクアリウム部屋にかけた費用といいますか、総額ですよね。ちょっとね、家賃とかも全て入れた総額っていうのを最終的には、発表しようかなと思っています。で、今のね、時点では私ね、まだ計算してないんですよ。いや、今から、これアフレコで撮ってるんですが、ここからですね、計算して、発表していこうと思っておりまして、多分ね、皆さんより私が一番ドキドキします。もう結構これね、使った自覚はあるので、ただね、もう全然計算はしていなかったので、いや、果たしてどれぐらい使ったのかっていうのは私にもね、想像できないと、そんな状態なんですよね。いやー、この動画、嫁に見られたら、本当に引退です。もう間違いなくこれ引退になりますので、いや、皆さん本当に、やめてくださいね。なんとしてもこの動画だけは嫁にバレてはいけないと、そんな思いでハラハラしながらなんで勝手にね、スリル味わっとんねんっていう感じなんですが、ちょっとね、やっていこうと思います。で、今回の、計算方法といいますか、どうやってね、集計するかと言いますと、ちょっと購入先ごとに、集計をしていこうかなと思っています。例えば、チャームさんとか、アマゾン、あとはそうですね、近所のペットショップであったり、ホームセンターとか、あとはヤフオクとかのフリマ系ですよね。そんな感じで、項目別、購入先別に、集計をしていこうと、思っています。では実際にやっていきます。いや、果たしてどうなるんでしょうか。私もまだわかりません。では、結果発表です。ということで、計算しました。やばい。いや、これ、ちょっと、やばすぎます。いや、想像を超えてました。ちょっとね、最後の、総額はもう最後の最後に発表しますので、ちょっと一個ずつやりたいんですけど、いやもうとにかくテンション、上がんないっすよ。これ破産ですわ。いやもうね、12月末ぐらい結構私やばくて、いやー、これですわ。いや、そらそうよ、これ。ちょっとね、いきます。まずはじゃあね、チャームさんから。11月、2022年の11月から2023年の一応10月末まで、もう1年間っていうね、くくりでいきますので、まずチャームさんで購入した、合計なんですが、10万5396円でした。いや、これはですね、思ったよりいってない。うん。これね、いやー、私の想像以上にそんなにいってなかったですね、チャームさんに。いや、ちょっとお布施の金額としてはこれ足りないですね。いや、でもね、購入ね、金額を見ていくと、基本的に1万円以下ですね。6000円から1万円以内ぐらいで、ちょいちょい購入していると。で、回数で言うと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14回。だいたい6000円から1万円ぐらいの間が14回ぐらい購入していると、買い物をしているっていうね、そんな感じでした。これ購入品としては、だからそんなにね、高いものっていうのは、この1年間では買ってなかったみたいですね。これ結構意外でした。
正直もっといってるんちゃうかなと思ってましたので、これどんなものを買ってたかっていうと、例えばね、ガラルファーさんとか大和沼エビとか、生態さんですよね。生態買ってたりもしますし、結構ね、私園芸用品、も買ったりしてました。はい。あとは流木とか石とか素材系ですよね。あとは送料合わせの商品っていうのをね、皆さんご紹介させてもらったと思うんですが、ああいう日々使うようなそういうものっていうのをチャームさんやっぱり安いので、はい、そんなんを購入してました。いや、意外とこれは安かったですね。はい、じゃあ続いてですね、近所のペットショップに行きましょうか。はい、私がよく行くね、ペットショップって肥後ペットさんって皆さんご存知ですか？結構ね、西の方では、はい、いろいろたくさんありまして、店舗ね、いっぱいあるんですよね。はい、で、そのね、近所のところでですね、購入した金額が26,702円でした。うん。いや、これもね、そんなにいってないですね。これはね、いってないと思ってました。っていうのも、昨年1年間振り返るとですね、結構やっぱりDIY 関係とか、そういうのにね、お金を使ってたので、はい。で、近所のショップに行く理由としては、緊急でね、何か必要なものとか、そういうのを購入してた記憶がありますので、はい。昨年、区間で行きますと、その1年間で行くと、そんなに使ってなかったですね。それ以前はね、かなりもっと使ってたので、はい、水草であったりね、そういうものを買ってたのかなと思います。アクアリウムのね、歴が長くなればなるほど、水槽とか、フィルターとかね、そんなに購入しないと思いますので、はい、この辺はあんまり使ってませんでした。はい、続いて、フリマ系ですね、ヤフオクとか、はい、その辺で、購入した金額の発表をしたいと思います。その1年間で購入した金額が13万5635円でした。いや、まさかのチャームさんより買ってる。いや、ちょっとこれね、予想外でした。で、これ、多分ですね、私、何が高かったんか、これ4万6千みたいなね、言ってるやつあるんですよ。これ何買ったんかな？いや、これ、椅子かな？テナント部屋でね、家具類ですよね。そういう椅子とか、はい、その辺がかなり金額いってましたね。やっぱりこの辺はそうですよね。当然、家具って必要になってきますから、いやー、この辺もかかってくるんですよね。で、あとは大体植物、長部であったりとか、はい、そういう系の植物類が多かったのかなと思います。あとは水草とか、はい、その辺合計したら結構いってましたね。さあ、では次ですよ。次ね、皆さん、Amazon 行きます。これね、Amazon 結構めんどくさくて、集計はですね、Amazon で、結構私、日用品もね、買ってたりするので、もうそれをすべて排除した金額です。はい、もう純粋にこの、テナントとか、私のアクアリウムにね、使った金額っていうことで、合計金額がいきますよ。27万6185円でした。いやー、これはだいぶいきましたね。ただね、これはね、これぐらいいってるかなっていうのは正直ね、思ってました。例えばそこそこ金額いったのでいくと、水耕栽培システムとか、はい、1万3980円。意外とでもそうでもないな。あとはね、DIY 用品。例えばトリマーであったりとか、グラインダーとかね、あとはもう、集塵機、掃除機ですよね。そんなんとか、いろいろDIY 用品を Amazon で主に買ってましたので、はい、これぐらいは言ってるかな。あとはね、もう、ライトですよね。植物育成ライトどんだけ買うねんっていうぐらい、はい、めちゃくちゃ買ってましたね。特に GLX。いや、何回私これね、GLX って打ち込んだか。いや、一応 Excel で集計したんですけど、めちゃくちゃめんどくさかったです。はい。では続いてですね、これがね、私の中ではもう一番の、はい、山場というか、山場って何やねんって感じですけど、いや、もうね、読めない。ホームセンター。はい。木材とかね、私この DIY で、この部屋をですね、丸々改装しましたので、いや、DIY 関係で購入した金額、ホームセンターっていうのはね、ちょっともうかなり回数多いので、もう全然わかんないんですよ、正直。はい。っていうことで、これの金額まとめてみました。合計金額、31万2026円でした。やばすぎ。いや、これめっちゃいってんな。こんないってんの。30万。いや、木材高いとはいえ、これ高すぎやろ。
いや、これね、項目めちゃくちゃ多くて、63件というか、63回購入してました。買い物行ってました、ホームセンターに。行き過ぎやろ。いや、これ主にもうほとんど DIY のものばっかりなので、こんな行く。いや、これだから改装費用っていうとね、これと多分 Amazon。Amazon のこう30万弱。いや、これ60万ぐらいね、改装で行ってるってことですよね。いや、やばすぎやろ、これ。いやー、っていうことでね、ちょっとこれ、やばい、ここまでなんぼちょっと続きいきますか。あとはね、ちょっとこまごましたものなんですが、その他ということで、ヤフーショッピングとか、はい、まあそういうのでね、購入したのが13万6274円。いやー、これも結構いってんな。ガラスとかね、はい、棚板のガラスとか、まあこんなん結構買ってたので、いや、やばいな。いやー、でじゃあもう最後いきますか。もうこの流れで。最後、電気代と家賃。はい、当然ね、かかりますので、あとは水道代もね、かかってるんですけど、まあ、水道代そこまで大したことないので、いや、ちょっとね、もう面倒なんで計算しませんでした。もう私わかんないので、水道代。はい、今ね、ちょっとクレジットとかそういうので、落としてないので、ちょっとわかりませんでした。っていうことで、もろもろの合計いきます。私が2022年11月から2023年10月末まで1年間このテナント部屋趣味の部屋にかけた総額がなんと169万646円でした。破産や。ほんまにこれ破産や。やばすぎやろ。マジで。いや、今ね、ちょっとエクセルで計算してパッて金額見た瞬間なんですけど、いやーマジ170万。いやーこれ皆さんどう？そうでもない？いやーちょっとね、一回飲んでくるわ。はい、ちょっとね、飲んで冷静になってきました。ちょっとね、はい、飲んで冷静に、振り返らんとあかんなと思って、一回ね、飲んできました。170万で、実はですね、これプラスアルファの現金で払ってるものってこれね、一つもないんですよ。入れてないんですよ。加算してないので、まあ、例えば水道代とかね、そんな大したことないんですけど、だいたい2ヶ月で3000何ぼなんですよね、平均すると。だからまあ、2万ぐらいですかね、1年間とか、なんかいろいろね、こう現金で払ってるやつとか多分入れると、まあ、200見えてくるっていう感じですよね。軽自動車買えるね。私、1年間で軽自動車分使ってました。うん、趣味に。やばい、マジでこれバレたら本当にやばいっすね。いやまあね、冷静になってね、考えてみると、まあ確かに固定費で家賃とかかかってるんで、まあまあ、プラスね、ただ、なんぼ言っても100とかいかんやろ、まあ、50ぐらいやろうとか思ってたんですよ、勝手に。はい、もう早々でね、もう50を超えてるから、いやー、そうですよね。うん。いや、もういい大人なんで、やっぱりちゃんとね、せんとダメですよ。ちゃんとね。はい、これほんまに、いや、前回反省とかいう動画上げたけど、これ一番反省せなあかんの、やっぱここやったね。いや、使いすぎたとか言って、計算してへんから、何も反省してへんや。やばすぎ。いや、まあでも皆さんどうなんですかね。これ、冷静に振り返ってね。まあ趣味って考えると、まあこれぐらい1年間ね、全然使ってますよみたいな人も多分いてはると思うんですよ。ただ私ね、全然そんなお金持ちじゃないんで、いや、一サラリーマンって考えた時に、これはね、結構やばい金額使ってましたね。いや、本当に、いやー、アクアリウム恐ろしいね。はい、まあ、今後はですね、このまあ引き払って、で、おそらく多分元のね、4.5畳の狭い部屋に戻ると、ちょっと金額的にもね、新たな部屋借りてってのは正直結構きついなと思ってますので、いや、一回ちょっと戻ることになると思います。はい、まあちょっとね、今回衝撃の発表ということになってしまいまして、いや、もうこれ、ちょっと泣けてくるわ。ほんまに
そんな言ってる？いやまあね、はい。ということで皆さん1年間かけて、軽自動車買えるぐらいね、使ってたっていうことで、いやちょっと衝撃でした。はい。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。お前使いすぎやろっていう人はね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。